今回越前焼物語当店として、1月13日から12人の福井の陶芸家の方に、ご出展していただいてるんですけど、この展示会をしたきっかけが、カレンダーにありまして、そこで福井工芸社として、作家さんのつなぎをさせていただいたのがきっかけで今の展示会になったんですが、これなんで1月はこの人ですかっていう素朴な質問があったんですけど。僕が決めたんですけど大した意味はないですだってこれそうですね、撮影取材したのは全部夏なんですよね。そうですね、ちょっと雰囲気が、はい、夏の雰囲気、皆さん薄着ですからね見るとだからもう季節なんて関係ないんですね。三好先生は本当陶芸家っていう感じの方なのでなんかこの先生も初めてだったのでドキドキしたんですけど、気さくにいろいろ教えてくださったので、なんか優しくて作品にもちょっとおおらかな感じが出てるので、なんか穏やかなちょっと先生なのかなっていう印象ですね。そうですね、なんか釉薬とか、灰のかかりもすごく綺麗で、グリーンっぽいというかビードロっぽい色がとっても綺麗なので、どうしても目に飛び込んでくるのは色なので、色がすごい綺麗だねって皆さんおっしゃってくださいますね。越前焼の理事長もされてますし、もう本当に越前焼を束ねていく人ですね。結構ね、役職はすごくいっぱい持ってらっしゃっても本当気さくな方で、でこの方もたくさんろくろを引かれる方なので、すごい綺麗なろくろをされる先生だと思います。で日展とかに出す作品は結構ダークな感じですよね。近未来 SF 的なそうですね、前田さん。ここではもうなんといってもツバメが印象にここなんか毎年も工房の中にツバメの巣が5個も6個もできるんですよね。ずっとこうやってろくろ引いてる上ツバメ飛んでるんですけどこの人はいろんな種類また食器も大物も作ってますしね、日展とかのね、作品もドーンと作って、大きいの庭に運び出して、そうなんですかすごい。近藤さんといえばねじ立てっていうそうですね、ことで伺ってたので、ぜひそのねじ立て技法を見せてくださいということで写真撮らせていただいたんです。ろくろだったとしてもシャープな丸みになるけれども、積んでいくと自分が狙ってる丸さが表現できるって、意外とほわっとしててもめっちゃご夫婦でされてますけど、こだわりがすごくある方なので、意外と頑固なんかなって思います。見た目はすごくどっちでもいいですって言ってるけども、絶対曲げたくないところがもう絶対的にあって、高園玲子さん本当見るだけでお花いけるの好きなんだなというのが伝わってきますね。形にも面白いのがありますよね。この上から見ないと分からないんですけど、そうですね、上から見ると渦巻きな模様があったり、この葉っぱのやつは一応ドクダミの葉っぱをモチーフに作ったっておっしゃってました。そうパッと見わかんなんかねなんか可愛らしくて、そうなんです。いいなと思いますけど、背も大きいというか、がたいもしっかりされてるので、でも作品は結構繊細な作品作られるのでギャップがすごい。この辺の食器にカップにしろ、お皿にしろ、笠辻さんもすごい綺麗なろくろを引かれますね。笠辻さんももう若手の方ですけど、結構そういう大きな日展とかには早くから出されてるので、結構
これから本当にいろんな意味でねこう引っ張っていかないといけない人なのかなって思いますね。福島さん、すごいですね。こうちょっと夕日の作品はちょっとこう一つがこうドラマチックな感じなので、皆さん見入りますねやっぱり。これ分かんないです。イラストなんかであるエアブラシっていうテクニックがあるんですけども、吹きつけて、いやそういう感じで描いたものとしか思えない。で実は違うんですよね。削ってるんですね。すごい。でもここには出てないこうフクロウさんのシリーズも結構福島さんのって代表作だったりするらしくて、結構そういうの工も房に行くといっぱいありますね。フクロウがね、そうフクロウさんも結構有名で、すごい可愛らしいのもね実は作ってらっしゃる。巻窯で全部焼かれて、釉薬物も巻窯で焼かれて。象眼もされてる作品は奥様が掘りされて、多分なんか野本さんお酒がお好きっておっしゃってたので、なんかこう酒器系とかはすごい得意なのかなって。今回ちょっと酒器系多めに持ってきていただいてるんですけど、やっぱお酒好きな人が作るぐい飲みはやっぱり見ると酒好きやなこの人ってわかるみたいですよ。なんか見た目はねすごいねパーマがモワモワかかっててすごくファンキーなお兄さんかなって思うので一瞬なんか陶芸家には本当にちょっと見えないんですけど、結構宗倉さんも結構こうずっとこう伝統を継承していくっていう感じですね。結構まとめ役っぽいですしね、若手の今ここには並んでないですけど、カッパのあれは写真にありましたね。ちょうど行ったのが夏だったんで、それが蚊取り線香ですよね。外にずらっと並んでたのが可愛いかった。でもすごいシンプルな形で、最近こう宗倉さんといえばこう水玉模様っていうイメージが、そういえば今回全部水玉で、そうなんです。この紫のこの水玉を見ると宗倉さんだなって。大谷宇一郎さん、どっちかっていうとやっぱ造形をすごい中心に作りたいなって前なんかお話でちらっとおっしゃってて、でも器もお好きだからもちろん器が主なんですけど、お人柄がすごい出てますよね。なんかほっこりしてるというか、なんだろう可愛らしい。器もあれなんですね。絵付けが動物だったりする。そうペンギンだったり、イルカだったり、これもなんか星空のこう焼酎カップもオリオン座とか北斗七星、結構ロマンチックやなって思うんです。いつもこういう作品見てると。本当この方もこう本当にこう陶芸家っていう感じの方かなと思ったらすごく気さくで。巻窯使ってらっしゃる。今回本当巻窯使ってらっしゃる方って何人か。そうですね。今回すごく多いですね。こんだけ集まったのはすごい初めてですね。なんか妙に可愛いですね。そうなんで、なんかねすごく灰がかかった、本当にこう古い壺のようなちっちゃな。そうですね。はい、清水さん。ちょっと離れてるんですよね。そうですね。嶺南の方にいらっしゃって、独特な釉薬を本当にもう釉薬自身がもう金属のようなメタリックな光を放つ釉薬なので、一瞬皆さんこう陶器には見えなくて、一瞬これ何って言われる。いろんな色があるんですよね。そうですね。そうですね。こっち青いし、そうですね。黒とか青とかね。なんか不思議ですよね。これはちょっと撮影の苦労では一番だったですかね。思い出深い。思い出深い。やっぱこういうのってこうお客さんにも言われるんですけど、作ったことがすごいねって言われるんです。やっぱりこう福井だから福井の作家さんを応援してて、でしかもその選ばれてる方がこうまんべんなくすごい
若手もいて、この人も出してるんだっていう人に、協力していただいてるので、結構皆さんにはいいもの作ったねって言われたりします。実際お会いしてどうでしたか、作家さんに。いや楽しかったですよ。そうですか。いろんな人、やっぱり最初はちょっと僕自身も緊張。そうですね。初めましてですもんね。初めましてで、作家さんだから気難しい方だったらどうしようとか、そういうのがあったんですけども、実際話してみると結構皆さん気さくで、すごく撮影に協力していただいて、ちょっとこうなんていうんだろう、異空間ですよね、その工房って。日常ビジネスチックな時間とはちょっと違うものがなんか不思議なちょっとこう時間の流れが。